皆さんこんにちは、ゲオです。いかがお過ごしでしょうか。今日は8月15日、お盆です。暑いっすね、8月。ずーっと日中の温度が35度を超えています。ひどい時だと38度、9度と体温を超えるような暑さが続いています。で、そんな暑い気温に負けないホットな製品を一つ今日は紹介していきたいと思います。こちら。ゲットペアさんから発売されるポータブルディスプレイオーディオ N95 という製品です。ディスプレイオーディオって前回も1本動画を上げましたが、面白い製品がいっぱいある商品ジャンルということを最近私も気づきました。ワイヤレスで使える Apple CarPlay、Android Auto、これに対応しているのはもちろんのこと、車内で使えるいろいろなエンタメ機能も備えた優れた一品となっています。皆さんと一緒にこのゲットペア N95 の良いところ、気になるポイントなどを確認していきたいと思います。開封していきましょう。はい、こちらです。輝くディスプレイですね。こんな形の本体デザインです。本体を開封してセットアップしてみました。本体に関する解説はこの後します。まずは付属品チェックです。日本語で書かれた説明書、そして電源アダプターですね。シガーソケットからもう片方は USB Type-C で出力する形式です。そして AUX ケーブルですね。これは本体の音声をカーナビとかカーオーディオとかに接続するときに使えます。でですね、今ここに専用の電源アダプターがあるんですが、本体普通に動いてるんですよ。どういうことかというと、さっきお伝えした通り、電源は USB Type-C です。USB Type-C の規格に準拠しているものであれば、おおむね動くっぽいんですよね。専用のこの電源アダプター自体は、出力が 5V3A、つまり 15W 相当です。15W 出る USB-C のアダプターだったら多分動きます。今、ここでバロッコの DC ソケットから USB-C をこのようにつないで、このポータブルディスプレイオーディオを使っているんですが、問題なく動いています。なので、まあね、こういうの1個ついてるのはいいんですけど、多分今、ほとんどの人、運転席の近くのシガソ系のところに USB の充電器とかあると思うので、そちらを使うのもいいかもしれません。ちなみにこの専用のアダプタですね。15W の USB-C の出力で、このディスプレイオーディオを作動させつつ、これちょっと憎い演出なんですが、この DC アダプター、本体にも一つ USB-A の穴があるんですね。ただ 1A の表示なので 5W しか出ないんですよ。ないよりはマシみたいな感じなんですが、はい、一つ心遣いが見られますね。そして肝心の本体の話です。このような形で下の台座から宙に浮いたようなデザインでスタイリッシュに決めることができます。画面の角度はこんな感じで、こういう風に大きく倒すこともできますね。スタンドの構造はこのようになっています。ここのラバーみたいな感じのスタンドに両面テープがくっついているので、それでダッシュボード等に固定するような作りです。後ろのところのつまみでこの傾きのロックができるような感じです。よくある感じのスタンドと本体のデザインかなと思います。結構ね、薄型で作られているので、これしっかり設置してあげるととっても綺麗になるのかなと思います。本体の側面はこんな感じです。電源は USB Type-C、そしてここには、これ多分ね、マイクロ SD かな。で、後ろがヘッドホンジャック AUX の出力端子です。ここから音声を出力してカーナビとかカーオーディオとかに音だけを飛ばすこともできます。これ本体もスピーカーがついていて、ここのスリットかな、ここのスリットから音が出てるみたいです。そして側面、もう一個だけある穴が AV インですね。
これ多分ね、バックカメラを接続することができるっぽいんですよ。ただ付属品の中にバックカメラはついていなかったのですが、なんかよくある、ヘッドホンみたいな端子なので、別途バックカメラを持ってる人はこれにつないで、カメラの映像を見ることができるのかもしれません。私もこの製品を先ほど開封していろいろな設定をいじくり回しました。よーくこの製品の特徴が分かったので皆さんと共有していきたいと思います。まず今映っているのがこの N95 のホーム画面です。左側に映っているのは CarPlay や Android Auto、YouTube だったり Netflix のアイコンですね。このあたりがよく使うアプリの表示になっています。そしてアプリランチャーがこっち側にいろいろあって、YouTube だったり YouTube Music だったり、あとは追加で TikTok とか Netflix とかそういうのを見ることができます。CarPlay とか Android Auto とかのディスプレイオーディオってこんな感じだったっけって私も思ったんですが、これ何が起きてるかというとですね、このデバイス Android なんですよ。裏で Android の OS が動いているっぽいです。で、その Android OS の上に CarPlay と Android Auto が使えるアプリケーションが入っているっていう、そんな感じです。なので、これは実質的に車載のタブレットみたいな、そんな雰囲気として理解するのが一番手っ取り早いかなと思いました。例えば、YouTube。こんな形で先ほど読み込んでいたのが出てきました。これ私のチャンネルですね。こんな形で一つクリックをすると、サムネイルが読み込んで、私はこれからキャンプに行きます。なんか前回の動画を見返したら最後にキャンプ行ったのがこんな形でもう皆さんがお使いのスマートフォンの画面と同じような動きしてますよね。音声もこのディスプレイオーディオ本体からそのまま出ています。5ヶ月前ぐらいなんですよね。今回は友人3人と合計4人でグループ。本体の内蔵スピーカーなのであんまり音質は良くないんですが、こんな形で車にいながら YouTube とかを楽しむことができます。他にも YouTube Music、これ音楽のアプリケーションです。このようにもうね、よくある YouTube Music の画面が表示されて、でこれ実際にアートワークを押すとそのまま再生してくれます。車の上で使える Android のタブレット、そんな感じです。本当に。他ですね、ここアプリストアというのがあるんですが、そこを押してやるとこのようにディズニープラス、プライムビデオ、Spotify、Unext みたいな形で映像と音声系のアプリケーション、これを追加でインストールすることができます。まだね、私この辺入れてないんですが、ここのサブスク系を契約している人たちは、これを入れてアカウントにログインすれば、この N95 の上でそれらを視聴することができる感じですね。もう一つ面白いなと思ったのが、このリバースっていう謎のアプリケーション、なんだリバースっていうふうに思ったんですが、これですね、任意のタイミングでバックカメラの信号を拾えるっぽいんですよ。で今ね、さっきも言った通り、バックカメラの線繋いでないんで、てかバックカメラそもそもこの製品についてないんで、あれなんですが、多分穴があるんで、バックカメラを繋げれば、これ任意のタイミングで後ろの映像見れるんですよ。でだからどうしたって話なんですけど、ここにね、バックカメラ設定があって、映像の反転とかを晴天と、あとはこの、多分360度、左右反転、上下反転とか多分ね、全部ここでいじれるっぽいんですよ。なので、任意の場所にバックカメラで使ってるカメラをどっかから拾ってきて、で、それを挿して、このバックカメラリバースっていう風な、このリバースっていうアプリを使えば、ここで画面にカメラの映像を出しっぱなしにできるんですよね。ディスプレイオーディオとして使う以外にもカメラのディスプレイとして使うことも多分できます。ちょっと面白いなと思ったんで共有しておきます。あれから家に帰っていろいろ見てみたんですが、バックカメラ用のカメラ家に転がってました。それをいい感じに接続してみたら、なんとこのリバースの機能使えるんですね。バロッコのフロントのバンパーのところに私はカメラを設置してみました。このような形でフロントカメラの
役割を果たすことができるわけですよ。しかもこれ任意のタイミングでこのようにリバースという風なところを押すとずっと表示を出しっぱなしにできるんですよね。これは便利ですね。フロントカメラの代わりに使える。でもう一個ミソがあって、それはこういう使い方ですよね。片方でカープレイを使いながらもう片方でフロントカメラの映像を表示させっぱなしにする。ドライブで使うんだったらこの使い方が一番いいかもしれません。というのもね、私ね、左側に視覚をなくすカメラ、右側にもカメラで、フロントにもカメラ、後ろにもカメラ、いろんなところにカメラがついてるので、こんな形で前後左右いろんなところを映せると視覚をなくせるんですよね。いやー、これはいいな。この使い方おすすめです。ただね、家にバックカメラがないとこういうのできないので、あと車体にね、穴開けをしたりとか、いい感じにカメラのコードを通したりとかしないといけないので、その辺は、ある程度技術がないと難しいかなとは思います。Apple CarPlay、あと Android Auto、この辺の機能について解説していきたいと思います。で、これはさっき冒頭で皆さんとお話をしたように、この Android っぽいホーム画面、この中の階層に CarPlay 用のアプリがいて、そのアプリの中で CarPlay を使うみたいな挙動をしてます。すでに接続設定は済ませてあるんですが、このように CarPlay の画面に入ると、もういつもの画面のまんまですね。これ今 Apple のマップを開いてるんですけど、今私がいる場所、今日はね、イオンモール幕張新都市にいます。今いる場所が表示されたり、あとは YouTube ミュージックも入ってるんで、ここはね、さっきの内容と全く同じものが出てきましたね。というふうなところで、Android タブレットみたいな挙動をする通常の画面と、アプリとして動く CarPlay、この2階層構造になっているというふうなのが、この製品の最大の特徴かなと思います。Apple CarPlay だけだとマップを見るか音楽を聴くかぐらいしかできないんですよ。やれることって。で、ただ、この製品であれば、Apple CarPlay の仕組みの外に、こうやって YouTube が見れる Android タブレットみたいな挙動をするデバイスが仕込まれているので、そっち側で映像を見ることができます。サブスクのサービスとかを利用することができます。そして、この N95 の特徴、もう一つは画面分割なんですね。このような形で画面分割のボタンを押すと、右側に CarPlay、これ今接続中の表示が出ています。はい、右側 CarPlay の接続が終わりました。左側、さっきの Android タブレットのようなドロワーの画面が出ています。例えばどんな使い方をするかというと、今こんな感じで、左側 YouTube ミュージックでゲームのサントラを表示しています。右側、Apple のマップです。このような形で左右に2つ並べて表示させることができます。それだけだと何がいいのかいまいち伝わらないと思うんですが、こっち左側でずっと音楽の再生画面を出しておけるんですよ。今までの CarPlay とか車のナビゲーションもそうなんですけど、画面に大きく映っているその地図とか、オーディオの画面、それが優先されちゃうんですよね。排他なんですよ。どっちかしかできないじゃないですか。画面に映っているオーディオの操作画面、これが映ってる間はオーディオの操作しかできなくって、画面に地図が映ってる場合はオーディオの操作を詳しくすることができない。そんなジレンマがありますよね。例えばこうやって別の音楽をクリックしたいっていう風になっていくと、結構設定の深い階層まで入らないといけなかったりしますよね。で、これがここに常時表示されているので、いつでもナビゲーションを使いながらこの辺を操作することができるわけですよ。で、同様にこっちも同じ形でこのような、形で、実際の使い方ってこんな感じですよね。ナビゲーションを使ってる間、同時にこうやってミュージックアプリを操作することができるわけです。同時に2つ表示されてると同時に触れるので便利という風な、そんな形です。ちょっとね、うまくねこれが伝わってるのがちょっとわからないんですけど、同時に両方とも
バックグラウンドじゃなくて手前に出しておけるのが同時にいじれるところの良さですよね。フォアグラウンドとして手前に出しておける。なので同時にいじれるっていう。そういった使い方が、便利なポイントの一つかなと思います。で、これ、さっきから私、なんか当たり前のように両方同時に操作してますが、これちょっと慣れるまで少し慣れが必要です。こっちの Android タブレット機能の方は、ここに、フローティングのアイコンありますよね。これを押してあげると、ホームに戻ったりとか、アプリランチャーをこのように開いたりとか、もう Android を使ったことのある人だったら、もうおなじみの操作がここに網羅されています。音量を変えたりとか。で、Apple CarPlay 側の操作はいつもの感じです。この右下のホームに戻るボタンみたいなやつを押してあげると、そこで操作ができます。で、単独の表示に切り替えるのも、こんな形で簡単です。はい。Apple CarPlay だけの、状態に今戻ってきました。ここからこっちの Android タブレット側に戻ることも当然できますね。こんな形で用途に合わせて YouTube 見たいよっていう風な時はこっちのタブレット機能の方に戻ってきて YouTube を見ることもできるし、CarPlay で操作するだけの時はもう CarPlay 側を全画面にして表示させていくことができるわけです。そして同時に何かをいじりたいっていう風な時はこのフローティングボタンのところからデュアル表示に切り替えてやると。そうするとこうやってマップと YouTube を同時に開いてこんな形で映像を見ながらナビゲーションを使うみたいなこともできます。映像を見ながらナビを使ってドライブしちゃダメですからね。道路交通法上は。それではもう一つだけ補足をしておきましょう。音の出方なんですが、今本体のスピーカーから出ています。音量設定の出力設定を、出力設定を見てあげると、ここにいろいろあります。本体スピーカーから音を出すっていう風なところと、あとは Bluetooth 送信という風な機能で、Bluetooth でこのデバイスの音声を飛ばして、音を出す。そういうこともできますね。あと FM トランスミッターもこれ自体に入っているので、FM のどこかのチャンネルにこの音声を飛ばすっていうふうなこともできます。そして有線接続、AUX の有線接続もありますので、お好きなものを組み合わせて使うといいでしょう。はい、こんな感じですね。本体を設置してみました。真ん中この辺に見えているのがゲットペアの N95。私の車もともと無限にこのようにディスプレイがついているので、また新たにディスプレイが増えてしまったなという風な感じです。キーオンにすれば画面は一通りつくので、一旦キーオンだけにしておきましょう。こんな感じで、なんか謎に速いんですよ。起動が。凄まじいスピードで起動するんですよ。見ましたか？もう一回やりますね。画面を切りました。キーオフしてから1分ぐらい経ちました。もう一回キーオンにしますね。そうすると、このディスプレイオーディオ側に電力が入るので、つく感じです。いきますね。ほい。1、2秒、1秒、2秒くらいで画面ついたじゃないですか。これなんかね、ちょっとどういう仕組みかさっぱりわからないんですけど、キーをひねった瞬間につくんですよ。で、これさっきバロッコの後ろ側でいろいろと試していたんですが、電源を切ってから起動するまでが、もう平均ね、1秒2秒でなぜかつくんですよ。これが長い間乗らなかった、1日とか2日乗らないで開けた時にどういう挙動をするのかちょっとわかんないんですけど、少なくともなんか10分20分とかだったらキーをひねった瞬間に、もうこの画面にね、復帰してくるんで、なんか起動がね、爆速なんですよね。これ自体にバッテリーが乗ってるのかちょっとよくわかんないんですけど、バッテリーが乗ってるみたいな表示はなかったんで、ちょっと謎技術で瞬間起動が実現されてます。で、このように、起動してあげると、カープレイがここにアイコンとしてあるので、カープレイをそのまま使う場合はカープレイを押してあげると。で、それ以外のこの YouTube とか見るんだったら、そのままこういうふうに押してあげると。今回はカープレイ見ましょう。で、カープレイももう繋がってるので、これでなんか好きに操作ができますね。YouTube とか YouTube ミュージックとかで、音楽の再生とかをすることができたり、マップとかも、
はい、これさっきのやつですね。続きが、はい、案内がこのように表示されています。ちょっと案内は終了しておきましょう。はい、こんな感じで動きます。それでは、このディスプレイオーディオ N95 の良かったところと気になるポイント、この辺をまとめていきたいと思います。いい点、まず1つ目。これは無線の Apple CarPlay と Android Auto に対応していることですね。これはもうなんかだんだん当たり前になりつつありますが、車に乗り込んでキーをひねるだけで Apple CarPlay が自動的に起動するっていう風なところ、何も挿したりとかね、しなくて済むっていう風なところが、やはり一ついいところかなと思います。続いて2つ目。2つ目はこのシステムですよね。システムの作りがとてもいいように感じます。Android のタブレットのようなスマートフォンライクに使えるこのアプリケーションと、そして CarPlay。これが共存して動いているっていう風なこの機能。これは結構珍しいかなと思いました。CarPlay だけだとできることって結構少ないんですが、こっちの Android っぽい方で操作をしてやると YouTube も見れたり、Netflix や TikTok やその他アプリストアからいろいろなアプリをインストールすることができるので、拡張性が広いデバイスかなと思います。続いて3つ目のいいところ。これもさっきの内容と少し重複しますが、画面分割をして使える。この機能はとても便利だというふうに感じました。YouTube や YouTube Music、あとは映像系のものを再生しながら隣でマップを開いたりとか、ここの組み合わせは結構自由なので、カレンダーとかをね開いたりとか、マップを開いてもいいですし、何でもいいんですけど、両方再生しながら、両方使いながら1対1の画面の比率で同時に2つのコンテンツを扱うことができるっていう風なのはとても便利ですよね。あとは結構画面がね綺麗なのもなかなかいいと思います。いい液晶を使っているなという風な印象を受けています。そしてちょっと気になるなという風なポイントをいくつか挙げていきましょう。若干ね動作が重いんですよね。カープレイ側の方も指への吸い付きからちょっとワンテンポ遅れる感があるんですが、こっちの Android 側は結構ね動作が重めです。例えば YouTube とかも普通にスマホで使うのに比べて、タッチの後の感度と、指の吸い付きと、意外とね普通に動いてるようには見えるので、動いてる風に見えるし、許せるかなっていう風な感じではあるんですが、若干ね動作が重ためです。これ普段ね高くてスペックのいいスマホとか使ってる人だとちょっと気になるかもしれませんが、若干ね動作が重ためかなという風なところです。何ギガかな、なんかメモリが2ギガの状態で上に Android っぽい OS を動かしてるので、ちょっとこうやって5タップしちゃって、それでそのまま画面が動いちゃったりとかちょっとあるかなというところで、そういうのはちょっと少しだけ気になるかなという風な感じです。でちょっと気になるところは、これもうすでにね皆さんわかるかなと思いますが、画面がグレア液晶なんですよね。めちゃくちゃ反射するタイプで、ちょっと直射日光とかがある中だと、場所によっては結構反射が見られます。ちょっとこのスタンドがこういう風に首振りもね効いたり、左右の首振りも効いたり、手前とか後ろとかのこの角度の首振りも効くので、いい感じに反射がしない場所を探ってもらえるといいのかなと思います。もう一つは画面の輝度センサーがないんですよね。フローティングのポッチのところから画面の明るさを選ぶことがこのようにできるんですが、日中はねいずれかの明るさにしておけばいいと思うんですけれども、夜になった時に明るすぎるとか、暗すぎるとかが発生するかなと思いますので、この辺がね、自動センサーとかがついてるとより良かったかなと思います。音量もこのソフトウェアボタンでしか選択することができないので、タブレットみたいにねこの辺に物理ボタンがあって音量の上げ下げができるとなおよしというふうなところでしょうか。気になるところこれぐらいです。ちょっと動作が若干重ためなのはたまに傷ですが、それ以外は結構許容範囲かなというところです。画面が綺麗でワイヤレスで CarPlay とか Android Auto とか使えて、
そして画面分割ができるという風なところで、いい機能を持ったデバイスかなと思います。そして今回この製品ですね、ゲオステーションだけの特別クーポンをいただいています。8月16日から8月28日の間、Amazon のリンク、辿っていただいて、クーポンコード、こちらに表示しているクーポンコードを入れてもらうと、本体から 30% の値引きが入ります。気になる価格はリンクを見てください。と言いたいんですが、参考価格程度にお伝えしておくと、23,580円が現時点でのお値段です。3割引かれるので、だいたい17,000円ぐらいで買えるような計算になります。この値段でこの機能であれば、すごくコストパフォーマンスが高い一品だと思います。ぜひ皆さん、こちらのリンクと、そして表示されているクーポンコードを使って、この製品を試してみてはいかがでしょうか。今日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が気に入った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、この後はこの N95 でお家に帰りたいと思います。バイバーイ。